毎日メイクとか。何これっていうかさ、お気に入りのカラコンはオーレンズのレインブラックとか、最近はそれよりちっちゃめのシャインブラックも使ったりしてる。最近の一軍の化粧水はこのセンテラのテカシリーズの化粧水とかが好きで、あとはコヘルのこの肌が荒れてる時はコヘルのこのミストを使ったりしてます。美容液もこのセンテラのテカシリーズがめっちゃ好きなのと、夜はアイオペのレチノール使ったり、このセンテラも美白のやつでめっちゃ好き。最近お肌が荒れてる時はこのクリームをよく使います。これもめっちゃ好き。こんな感じ。センテラシリーズをライン使いしてます。あんまり変わってないんだけど、ワゴンの中身を紹介していきたいと思います。まず1段目にはカラコンゾーンとパック、大量のパックが入ってます。このアビブのこのコラーゲンミルクパックかな、これがめっちゃ良くて夜保湿する時に使ってます。でここがヘアケアゾーンになってて、セットの後に使うスプレーとか、これも
前紹介したかな、リケアエマルジョンかな、リケアエマルジョンのヘアトリートメントなんですけど、乾かす前にこれ使ったらめっちゃ良くて、美容室で買ってます。これも美容室で買ってる。ここにはピンとかが置いてて、グッズが眠ってます。なんか本当に可愛いよねこれ。普通にここにちっちゃいチャームもついてて、再販できるように頑張る。2段目はもうごちゃごちゃしてるんですけど、むくみ取るサプリとか、子供むくみ取るサプリとか、グルタチオンとゴールド C とか、まあパッドもろもろで、これカッチンがくれたティップティックの持ち運び用のサイズ感の香水なんですけど、めっちゃ良くてすごい使ってます。ここもストックゾーンですね。はい、これでもめっちゃ整理した方。ベースはこの2つ、 VDL とエチュードのボリューマー。ザセムのコンシーラー。たら私の大好きなエイプリルスキンの19番。リアルでずっと毎日メイクとかにも登場してるよね。めっちゃマットでもなくツヤ感も残してくれるファンデーションで、マジでお世話になってますね。迷うとしてるのでなぞるぐらい。前髪を作ったんです。どうですか？前髪あり派の子が多い気がしております。どうなんだろう。アイシャドウは本当にクリオが好きで、いつも使ってるこの21番、もう汚いんだけど、これとこの間のトカンで買った、うわ07番コットンメッセージこれちょっと結構春っぽいなと思って買ってみたんだけど、これを使ってみようかな。涙袋をする前に目の下にもちゃんとパウダーをのせてあげるとよれにくい。このパーフェクトダイアリーのこのパウダー、ピンクのやつがめっちゃいいです。おすすめ。メイクのね詳細は毎日メイクの動画を見てくれたら、ほとんど手順は変わらないかも。なんかさ、前髪を作るとさ、顔がすごい幼くなるよね。しかも結構今回重めパッツンにしたから幼くなる、顔が。幼くなると言っても今年26歳なんですけど、自分が思い描いていた26歳の図ってもう大人だったのね、めちゃくちゃ。だけどなんかあんま変わってないなっていうあと23歳を過ぎてあたりからすっごい早いんだけど、1年が年々早くなってる気がします、自分の中で。長年と言ってもあれなんだけど、 SNS をやっててやっぱ良かったなって思うのが、みんなと一緒に年を取れてるってことですね。この間私ファンのみんなとお会いする機会があって、本当にたくさんの方が来てくださって、本当にありがとうございました。来てくださった皆様。9年も見てくれてるって本当に当たり前じゃないなってすごい思って、例えば芸能人アイドルでも誰しも飽きると思うんですよ。私も正直飽き性なところあるし、誰しも飽きちゃうと思うんだけど、そのファンのこの熱量の高さにすごく嬉しくなりました。
こうやってなんかパカってするタイプかと思ったらマグネットのタイプだ。私いつもこういうの破壊しちゃうからさ、いい。チークはネーミングのピローを使います。最近ね、カッチンとカッパちゃんと3人で名古屋に行ったんですけど、愛知県、カッチンがね名古屋に住んでいて、カッパと2人で会いに行ったの。2回目なんだけど、名古屋に行くのは結構恒例になってて、でそのまま私以外が免許を持ってて2人が運転してくれるってことで動物園に行ってきたの。なんか同い年なんよ、全員。002000年で、カッチンはカップル YouTuber で、カッパは個人もやってるし、グループ YouTuber もやってるのね。で、私は個人でやってるじゃん。だからみんなこうちょっとそれぞれ違って、でも同じ職種で、同い年でっていうのがすごい貴重やなと思って。で、みんな性格が結構似てるのね。カッチンが ISFP で、カッパが ESFJ で、私が ISFJ なんだけど、本当にちいかわみたいな。3人集まるとちいかわみたいな感じになる。本当に出会えてよかった2人だし、3人でこうやって遊べてることとかもめっちゃ私は嬉しくて。で、3人でね、ちょっと旅行に行かないっていう話とかもしていて、楽しみができそうです。なんか私は YouTube 始めて2年半ぐらい経ったかな。この2年半ぐらいですごいいろいろガラッと変わったから、ありがたいことに40万人様ね。私さ、40万人怖くて突破した時、なんか私にしてはすごい数字が大きくて、やっぱりなんかさ、こう完璧主義やけんさ、完璧主義ってさ直すことは無理だからさ、完璧主義と向き合わなきゃいけないじゃん。勝手にプレッシャーになっちゃってて、自分が。でもそういうのってみんな求めてないし、別にね、キラキラしてる世界ではあると思うの。インフルエンサーさんってすごくキラキラしてると思うし、周りの子を見ててもすごくキラキラしてるなって思う瞬間ってたくさんあって、やっぱ強く見せようと思った時期もあったんだよ。強く見せた方がかっこいいじゃん、だってかっこいいけど無理だったね。 YouTube では自分の喋ってる姿とか素を出したいっていうのが一番の目的で始めたから、だったら自分のこういう繊細な部分とか気にしすぎるところとか、コンプレックスでもあるけど長所でもあるなって思うから、そういう部分は赤裸々に話そうって出そうって思えたんだよね。でもそれって応援してくれてるみんながあったかいから出そうって思えたんだよね。私めっちゃ嬉しい言葉があるの、みんなに言われて。すごい親近感を湧きましたっていう言葉が嬉しくて、その言葉がめっちゃ嬉しいの、私は。私がすごい考えやすい性格になったやっぱきっかけもあるし、でもそのきっかけ多分みんなもどっかであるんだよ。人間不信になったきっかけとか、こうやって気にしすぎる性格になったきっかけって絶対あると思ってて、私もあるのよ。でもそれって誰かに言うことでもないじゃん。別に言いたくないし。それはでも自分の中に秘めてていいなって思う。でもなんか、人に裏切られたとか、恋愛で傷ついてとか、本当にそういう大元のきっかけがあって、少しずつ気にしすぎな自分になっていったっていうのも身をもってわかるから、なんか弱いって言葉でまとめてほしくないって思っちゃいます。別に弱くないんだけどって思っちゃう。なんかすごく YouTube 始めてよかったって心の底から思う
有名になるとか、漠然とした有名になりたいとか、なんか、こういう野望がありますとか、何万人行きたいですっていうのは私はなくて、ただただ、なんかファンの子と一緒に成長していくチャンネルにしたくて。私の経験上、本当にそのロールモデルさんの真似をしたら垢抜けれたから、私もそうなりたいなと思うの、自分が。そういう存在になりたいって思うから、やっぱ垢抜けたら私はすごく人生が楽しくなったかも。自分のことを好きになれた。自分のことを好きになれた方が人生がすごい楽しくなったなってめっちゃ思う。小中とかは特に本当に超見た目も違うし、本当におしゃれなんて興味なかったし、もう興味なかったは絶対嘘なの。多分興味あったけどする勇気がなかった。してる自分が恥ずかしいみたいな感覚に陥ってたのよ。マジで親も心配するレベルでめっちゃ地味だったからね。なんかそれがこうなるから分かんないよね、人生。マジで何が起きるか分かんないなって思う。なんかすごい分かんの。今どん底でとか、まあ今調子がいい子もいれば今どん底の子もいたりとか、いろんな子がいると思うのね、今の境遇って。そうだけど結果なんとか乗り切ってきてんの。乗り切って生きてきてるから、マジ支え合いたいなって思う、みんなと。最近、何これ、ベージュローゼ。このブランドのリップを下地に塗ります。かわいい。ミルクタッチの07番シアーリップグロス。ミルクタッチのリップもめっちゃ好き。プルプルになるのでおすすめ。っていうかさ、私のお母さんがその見てくださってる方の国、みんなさ、どこどこから見てますって言ってくれるじゃん。それでお母さんが世界地図を今埋めてるの。だからもっとどこどこで見てますって言ってほしい。私この間それ見たんだけど、すごくないと思って。こんなに YouTube これでこんな世界中がつながれるんだってめっちゃ嬉しくなったので、よかったらいっぱいコメント残してください。ママが埋めていくから。少なくとものほほんとこんな感じで生きていったらいいなと思います。今日は結構ラガージム
多いです。中はグローニーのタンクトップにラガージェムのデニムのセットアップ。これはめっちゃ可愛いです。スタイルがすごいよく見える。なんかラガージェムのお洋服は私はこの丈感といいデザインがめっちゃ好き。この帽子もラガージェムのニットの黒にしました。